シルビア・アジェロフ、ロシアの革命家、レフ・トロツキー派の活動家であり、その暗殺の鍵を握る女性。暗殺者をトロツキーに引き合わせた彼女は利用されただけなのか、それとも、すべてを知っていたのか。1940年8月20日、メキシコ・コヨアカン。午後の日差しの中、一振りの小さなピッケルが世界の歴史を変えました。犠牲者はロシア革命の英雄、レフ・トロツキー。そして、その事件の陰にいたのは、アメリカ、ブルックリン出身の一人の女性、シルビア・アジェロフ。彼女は、敬愛する革命家を撃ったのか、それとも何も知らないまま、史上最も冷酷な陰謀に巻き込まれたのか。このチャンネルでは、教科書には載らない、少し変わった歴史を紹介していきます。よかったら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。トロツキーは、かつて、レーニンの後継者の有力候補と目された、ロシア革命の立役者でした。しかし、スターリンとの後継争いに敗れ、ソ連を追放されます。スターリンは、一国社会主義を掲げ、まずソ連一国を強化する方針を取ります。一方、トロツキーは、世界同時革命を主張し、各国で一斉に社会主義革命を起こすべきだと考えていました。この根本的な思想の違いは、両者の決裂を決定づけます。トロツキーは、亡命先を転々とし、最終的にメキシコに落ち着きます。しかし、モスクワからは絶えず暗殺の脅威が迫っていました。そこで彼は、邸宅を信頼できる仲間で固め、外部との接触を厳しく管理します。その一人として迎えられたのが、ニューヨーク出身のシルビア・アジェロフでした。フランス語とロシア語に堪能で、トロツキーの信奉者だった彼女は、同志として邸宅への出入りを許可されます。彼女の妹、ルースは、アメリカのトロツキースト指導者、ジェームズ・ P ・キャノンの紹介で、短期間トロツキーの秘書的な仕事をしていたとされます。この縁で、シルビアもトロツキーの周辺に出入りできるようになった可能性があります。彼女がトロツキー邸でどのような役割を担っていたのかは、実際にははっきりとしないものの、トロツキー派の活動家として、ある程度の信頼を得て、邸宅に出入りを許された存在であったことは確かです。1930年代末、パリ、シルビア・アジェロフは、一人の男と出会います。名前は、ジャック・モルナール。モルナールは、巧みに彼女を誘惑し、瞬く間に親しい関係になっていきました。しかし、この男の正体は、スペイン生まれのエヌカーベーデー工作員、ラモン・メルカデルでした。シルビアの家族背景には、注目すべき点があります。姉のヒルダは、1931年にソ連を訪れ、レーニンの未亡人にインタビューを行っています。このことから、姉のヒルダは、スターリン寄りだったのでは、との疑惑があるのです。一方で、妹ルースは、トロツキー邸で秘書的な仕事をしていた可能性が高く、シルビアもトロツキー派として活動していました。家族の政治的立場は、一枚岩ではなかったのか、それとも、対外的には、トロツキー派を装いながら、背後で別の思惑を持っていたのか、真実はどうだったのでしょうか。1939年、メキシコ。メルカデルは、シルビアを通じて、トロツキー邸への接触を準備していました。直接会う機会はまだありませんでしたが、周囲の信頼を得るために時間をかけ、協力者としての立場を固めていきます。1940年5月、ついに初対面の時が訪れます。この時、メルカデルは、カナダ人実業家、フランク・ジャクソンを名乗っていました。このことからも、シルビアは、メルカデルが、少なくともジャック・モルナールと、フランク・ジャクソンの2つの名前を使い分けていたことは知っていたはずなのです。はじめのうち、ジャクソンことメルカデルは、トロツキーの仲間たちの間で、協力者として問題なく受け入れられていましたが、トロツキーは、徐々に不信感を抱くようになっていきます。彼の直感が、
何かを訴えかけていたのかもしれません。1940年8月20日、ジャックことメルカデルは原稿の束を抱え、トロツキー邸を訪れます。記事を見てもらいたいと説明し、執務室へ通されます。彼が机に原稿を広げ、トロツキーが身を乗り出したその瞬間、メルカデルは街灯の下から登山用小型ピッケルを取り出し、トロツキーの後頭部めがけて振り下ろしました。殺すな、その男を捕まえろ。致命傷を負いながらも、トロツキーは警備員に指示を飛ばします。メルカデルは取り押さえられ、現場で逮捕されました。一般的にアイスピック暗殺と呼ばれている事件ですが、実際に使用された凶器は、バーなどで氷を砕くアイスピックではなく、登山用ピッケルでした。逮捕後、メルカデルは一切を黙秘します。シルビアは激しく動揺し、警察の事情聴取を受けますが、何も知らなかったと主張します。しかし、2年間の交際中に、彼の複数の偽名や不可解な行動を知っていたこと、そして、姉のヒルダにスターリン派の疑いがあることから、疑惑は消えません。それでも、最終的には、彼女がトロツキー暗殺の件で訴追されることはありませんでした。メルカデルは、メキシコで20年の刑に服し、出所後はソ連に渡り英雄として迎えられます。シルビアはアメリカに戻り、公の場に姿を現すことはほとんどありませんでした。彼女は本当に何も知らなかったのか、それともスターリンの陰謀の一部として動いていたのか。真実は今も闇の中にあります。シルビア・アジェロフ。彼女は敬愛する革命家を撃ったのか、それとも利用されただけの被害者だったのか。この問いに答える者はもうこの世にはいません。ただ一つ確かなことは、シルビアがメルカデルとトロツキーを引き合わせたことが、間接的にはこの20世紀最大級の暗殺の引き金になったということです。今回のお話はいかがでしたか？暗殺犯と2年間も交際し、スターリン派の疑惑がある姉を持つシルビア。彼女は共犯者だったのか？愛した人に利用されただけの被害者だったのか？皆さんの考察も聞かせていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは少し変わった歴史を紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。